水が冷たくて気持ちいいですね。ご主人様、遅くなりました。はい、ですが守り袋をお持ちの気配のあった和葉様からも返答はありませんでした。他の健介隊の皆様は守り袋を持っている気配さえなく。和葉さんが何か理由をつけて隊の皆さんの守り袋を回収したのでしょうね。おそらく健介隊への直接接触も試そうとしたのですが、周囲の軒猿の警戒が厳しく。向こうもコナミさんのことは警戒しているでしょう。それにもし接触しているところを見つかると健介隊が不利な立場に追い込まれる可能性もあります。そうですね。ご主人様。お兄ちゃん、どうかした？内緒話？口伝無料？健介隊の連携は不自然。そうですね。確かに不自然と言われれば。ですが、それでも門外不出の奥義の名まではわからぬはず。失礼ですが、いずこから？恋から。恋様から？恋の死は藤林長門守。ああ、であれば特進が行きました。恋様の身のこなし、伊賀に通じるものだとは思っておりましたが、藤林に連なるものでしたか。藤林家は服部家と同じく伊賀を治めていた3人が一つ。藤林家であれば我が一族の秘伝の知識が残っていても不思議ではありません。そのことはいい。皆にも木を見て話す。どうしたの？お兄ちゃん。川の音がうるさいですね。いい。静かに。内緒。でもこれでおあいこ。それでお兄ちゃん、私たちに話したいことって？健介様元気かな？
気なのは間違いないと思うけど、こっちに来てる軍に健介様の旗もないって言うから心配だよね。旗はしずくちゃんがいくつか持って行ってたはずだけど、来てないのかな、健介様。健介は来てるの、きっと。だよね。とはいえ私たちは西女山から降りちゃダメって言われてるし、こなみちゃんのお守りもないし、確かめようがないよね。スズメ退屈だよ。待つのが仕事って。それは分かってるけどさ。何をしてらっしゃいますの皆さん。あ、梅ちゃん。お帰りなの。カズハ様たちのご様子はいかがでした？ミク様たちと暇つぶしに将棋を指してらっしゃいましたわ。ですが武田の皆さんがようやくいらっしゃったようですわよ。本当ですか？ええ、今本陣に伝令が来て、この西女山の向こう海津城に入ったとの連絡が。健介様？残念ながらハニーの大中黒新田一つ引きの旗は見つかりませんでしたわ。そっか。でもよかったのかも。どういうこと？だって健介様が武田陣にいたら、私たちも健介様と戦う可能性がないわけじゃないでしょ。お兄ちゃんがそういうことをするかな？しないとは思うけど、でもこうやって陣を構えることになっちゃったんだし。だよね。そうなったら嫌だな。吾妻衆を率いて物見に出ていらっしゃるそうです。もう引退してかなりのお年と聞いたのですが。ではこれより軍議を始める。トト、報告せい。わかったのら。長尾型の数は親方様の読み通り8000。カエル城の西にある西女山に陣取って動く気配が見当たらないのら。主な旗は本陣にいつもの毘沙門天と足利の二つ引き領が立ってるのら。それはまあ予想通りで上がりますが、越後の竜が野戦では仕掛けてきやがらず、いきなり籠城ということで上がりますか？そういうことになるのら。確かに8000で15000に正面対決を挑むのは愚策だが、それは波の将ならという話。しかも自分から挑んだ戦でこれ見よがしに籠城などなおさら解せぬ。越後の援軍は一徳斎様もそれを警戒しておいででしたが、善光寺平の北側にもそれらしい気配はないと。あたいらを挑発してるんだぜ。挑発に乗る気はないが、かといって我々に無駄に費やせる時間もない。放っておけば兵の士気も落ちる。大方針を実行することを優先するなら、健介様に少人数で陣地に忍び込んでいただいて、健介隊と合流していただきますか？それはしない。健介隊の働きは春日山城奪還作戦の根幹を成したものです。おそらくミク様も健介様のそれは十分以上に警戒していらっしゃるかと。なるほど。ですから
今回は軒猿の警戒がやたらと厳しいと報告があったのですね。恋からは？恋とひふみからはいくつか策を受け取っております。その中で言えば、そうですな、妻女さんの背後をついて長尾をいぶり出した後、待ち構えた本体で強撃をかける、この辺りの策が有効かと。キツツキの餌取りみたいなんだぜ。健介様が警戒していらした軒猿の警戒門はどうするのですか？少人数であれば危なかろうが、一軍を率いて即座に仕掛けるなら軒猿にどうこうされることもあるまい。早きこと風のごとく出やがりますな。それに最悪失敗しても敵陣をかき回すことはできる。分かっておる。だがここから何かしらの状況を変えねば、いつまでたっても事態は動かん。口達者なあれのことだ。絶戦で終わらせるのは無理であろう。夫殿は絶戦であの虎猫に勝つ自信がおありかな？揺さぶりは必要。初手はそれで行う。奇襲部隊の指揮はトト。任せるなら。それと粉雪。追うだぜ。でしたら我々もトトさんたちと同じく後方から行動してもよろしいですか？健介様は先ほど少人数の潜入は問題があると言ったばかりではありませんか？それはお兄ちゃんたちだけで動いた時の話だよ。トトちゃんたちと動くなら商用研修も動けるから、軒猿に迎え撃たれることはないと思う。いずれにしても正面対決の中で向こうの健介隊とつなぎをつけるのは難しいですから、トトさんの揺さぶりを受けた混乱の中でこちらも任務を果たします。理にはかなうか。親方様、いかがいたしましょう？任せる。ではトトと粉雪は後方からの撹乱を、夫殿と薫様は2人の起こした混乱に乗じて向こうの健介隊を指揮下に戻し、影虎との対決に持ち込んでくだされ。分かったのら。明日の暁とともに攻撃を開始する。なるほどね。どうかしたかミク？ああ、カズハ様。あれ見てよ、あれ。海津城じゃな。それがどうかしたか？海津城でね、炊事の煙がやたら多く上がってるんですって。ここからそのようなか細い煙が見えるのですか？藩里は離れておりますぞ。見えるわけないっすよ。軒猿からの報告っす。相変わらずお人が悪い。気に入らないわね。何がじゃ、本当のことであろうが。別にそのことじゃないわよ。きっと明日出撃してくるんすよ。ザクロたちが動かなかったから、後ろからスケベさんが春日山みたいに奇襲でもかけてくるんすかね。バカの一つ覚え。向こうが教えてくれておるのじゃ。ありがたく利用させてもらえばよいだけではないか。何が気に入らん？罠の可能性を警戒しておいでか。そんなの別にどうだっていいわよ。罠なのは明らかだから、うまく逆手に取ってやればいいだけだもの。では何が気に入らん？
うちのやり方を猿真似してるのが気に食わないのよ。前に犀川でやり合った時は出陣前だからって炊き出しの量を増やしたりしなかったのに。ムカつく。じゃあここからは別行動だぜ。新田健介、仕方ないから薫様をお任せするのら。絶対にお守りするのらぞ。誰に物を言ってるんだぜ。長尾衆が強敵なのはよーくわかってるのら。その時は急いで山を駆け下りて親方様のところに戻ればいいだけなのら。そういうことだぜ。それに本陣には夕霧様も春日もココもいるんだぜ。新田健介もうまくやるのら。旦那の隊の旗はちゃんと覚えたんだぜ。どう大丈夫。出番はまだだよ。お帰りなさいませ、健介様。お兄ちゃん、商用研修の旗、お兄ちゃんの旗に変えといたよ。いいよ。今まではお兄ちゃんがいるかわからなくする策だったけど。それにお兄ちゃんの旗、大中黒一つ引き量だから。知らないの？でもお兄ちゃんのお家の家紋なんでしょ？しずくちゃんたちは説明しなかったの？私が健介隊に参加した時にはすでにありましたし、さすがに由来までご存じないとは思いませんでしたので。しのちゃんは？あえて説明する場面もなかったというか。普通知っていて当たり前ですからね。です。でも新田氏なら武田の遠い親戚だよ。八幡太郎義栄公の四男であらせられた義国公から連なる血筋だもん。なるほど。そういえば甲斐武田の祖は新羅三郎義満様でしたね。うん、義栄公の弟様だよ。嬉しそうですね、薫ちゃん。お兄ちゃんが本当に遠い親戚だって思ったらなんだか嬉しくなっちゃって。そうです。足利家も遡れば義国公に至りますし、今川家は足利氏ご一家、吉良家の分家ですから。織田家は
兵士の一族を名乗っておりますから。信仰の家柄はいろいろと事情があるのですよ。はい。そういった箔をつけなければやっていけない場面も多いですから。だから春日は織田の同盟に加わるのを反対してたんだよ。和葉様もいらっしゃるから説得すれば大丈夫だったとは思うけどね。そうだよね、お兄ちゃん。それは和葉様というか他の皆さんに期待した方が良いでしょうね。もうすぐ暁の頃合いです。いよいよなのですね。日の本最強と呼ばれる武田軍団15000とミク様の指揮を受けた越後勢8000ですか。戦の情動で言えばこれだけの戦力差があった場合の趨勢は明らかだけど、ですが相手は野戦では負けなしと言われるミク様ですからね。ミク様の指揮が倍近い兵力をいかに覆すかが肝になりますね。ええ、機動力では武田の騎馬軍団には及ばないでしょうし、先の読み合いになるのは違いありません。野戦になるならアヤナも先方が良かったです。作戦なんだからわがまま言っちゃダメだよ、アヤナ。それは分かってるですけど、もう城攻めをこそこそ忍び込むのは飽きたです。こら、アヤナ。健介様ごめんなさいです。はいです。勘の鋭いミク様のことですから、今回の奇襲は見抜いていると思うんです。まずはそこをどうするか。ですが光様もおそらくそれは承知しているはず。面白くなってきましたね。ちょっと、二人ともどっちの味方なの？すみません。どちらの陣の内情も知っているこれだけの規模の野戦などなかなかないもので、つい盛り上がってしまいました。余計に先陣切って活躍したかったです。あ、えへへです。コナミさんも頑張ってくださっていますが、ロキザルの警戒がかなり厳しくなっているようですしね。健介隊が鉄砲隊なら後方じゃないの？ですが、春日山奪還作戦で健介隊は使える部隊だという認識をされてしまいましたから、本当に後方にいるかは正直判断に悩むところですね。そんなに活躍したの？
絡め手に通じた健介様や好みさん、一騎当選の綾菜さんたち、軍師側の我々が抜けていますから、越後で猛威を振るった城攻めや裏方仕事には向きませんが。それでも鉄砲隊としての主力は丸々残っていますからね。あとはミク様がそれをどう生かすのか。現在の健介隊はどういう編成になっているんでしょうか。優殿は表に立つのを良しとはしないでしょう。表には目立つものを押し立て、裏で動く方が性に合っている方です。立場的にも血統的にも性格的にも間違いないかと。梅ですし。和葉様に任せると言われれば喜んで引き受けそうですね。梅さんですし。梅さんって？ボタンさんです。梅なのにボタン？ヤタガラスのお二人は和葉様が雇い主ですからね。鉄砲隊としての健介隊が主となるなら働き時かと。ひよさんとコロさんも小夜叉さんのように興味のない命令は従わないという姿勢は難しいでしょうし。松平衆の旗もなかったです。森一家も松平家もミク様や和葉様が御するのは難しい相手ですから。孝行の憂いを断つのであればさっさと美濃に送り出した方が賢明だとは思いますが。和葉様の勢いに押されるようなお方ではありませんが、どうなさっているのでしょう。ずいぶん警戒が薄いんだぜ。もうすぐ夜明けだからって油断してるにも程があるんだぜ。粉雪！どうだ！何大声なんて出してるんだぜ！気づかれるんだぜ！粉雪らって大声なのら！ってそんなのもうローレもいいのら！まさか長尾の連中にしてやられたのら！親方様の読みローレだったのら！そういう全速長尾陣に突っ込むんだぜ！突撃！マリさん？本物のケンスケでな！マリちゃん、どうしてここに？ケンスケが川中島に来てるって聞いたからちょっと探しに出てみたの。城攻めのお勉強もしたから大丈夫だの。それになんか怖い感じがしたところには近づかなかったの。そうやって歩いてたらね、コナミちゃんが声をかけてくれたの。ちょうど西女山のふもと軒猿の警戒網の外に出ておいででしたので。コナミ、
口伝無料の守り袋をお預けしようかとも思ったのですが、再び妻女山にお戻しするのは危ないと思いまして、こちらにお連れしました。少しはお役に立てましたでしょうか。ご主人様。ご主人様、ありがとうございます。でもどうして健介たちこんなところにいるの？かくれんぼ？マリさん、カズハ様たちの様子はどうなっていますか？マリ、健介に聞きたいことがあるの。健介は武田に味方するの？ミクとは喧嘩しちゃったの？クオンのことはどうするの？ヒヨもコロもどうしようって言ってるの。健介が武田の味方になったら、越後の健介隊は健介と戦わなきゃいけないのかなって。健介はマリたちと戦うの？ミクのところに行くの？じゃあよかった。ヒヨもコロもきっと安心するの。仲直り？ヨミさん。そうか、ケイスケ、武田晴信ちゃんとも夫婦になったんだよね。大変なこと？健介様。そうですね。でしたらお任せします。駿府館が。ほんと？ひかりちゃんが？ケイスケの奥さんならひかりちゃんもマリのお姉ちゃんなの。嬉しいの。もちろんなの。マリはケイスケと一緒がいいの。それに駿河を取り戻すのはマリの夢だったの。駿河が終わったら
次はクオンたちと鬼退治なの。